皆さん、こんにちは。カメラマンの原亀です。よろしくお願いします。知られてないことかもしれませんけど、もしかしたら皆さん知ってるのかもしれません。わからないんですが、ZQ は歪みます。あの、例えば、僕の場合は、競馬の撮影が多いんで、縦の線ですね。ゴール板だったりですね。オーロラビジョンだったり、建物の縦の線が、必ず目立つコースの撮影は目立つんですよね。そうすると、カメラを振って撮った時に歪むんですよ。ES シャッターのも今までの搭載のカメラだと、もうすっごい歪んじゃうんで、修正できないぐらい歪んじゃいますね。だからメカニカルシャッターを使ってたんですけど、メカニカルシャッター使ってるってあんまりね、あれなんですよね、ミラーレスのメリットがないっていうか、ES シャッターだと、ES シャッターだとあれですね、コマ感がたくさん切れるのと、それと、音が静かっていうのがありますから、最大限にミラーレスのメリットを生かすには、やっぱり ES シャッターを切れるようにならないと、今までのデジタル一眼レフカメラとの差別化はなかなか難しいかなと思います。それで、カメラについてなんですけど、結構 YouTuber の人って、ネガティブなことを言わないんですよね。だからといって僕がネガティブなことを言うかっていうとそうでもないんですけど、じゃあ実際のところを買ってからじゃないとわからないところっていっぱいあるじゃないですか。その借りただけだとわからないんで、かといって全部買ってたら破産するんですけど、だからお金が僕はないんですけど、基本的にカメラはやっぱり買って自分で使ってみて、初めて気がつくこととかたくさんあるんですよ。量販店さんとかに行って、そのカメラを触って見ただけだとちょっとね、わからないことってたくさんあります。実際に現場で撮影で使ってみないとわからないことってたくさんあるんですよね。だから、そういうことも、ポイントとしてお伝えできればなと思ってます。で、D5 のね、カメラ僕は D5 がとても気に入ってまして、これですよね。音はうるさいんですけど、これ一眼レフの、デジタルカメラ一眼レフの、結構集大成かなと。スポーツ系の動き物系ですね、を撮るときには、とても良いカメラで、未だに現役で中心ですね。で、D6、D5 もメカニカルシャッター搭載ですから、メカニカルシャッターといっても実はですね、若干歪んでるんですよね、本当厳密に言うと。その辺も含めて、ちょっと後のお話できればなと思います。カメラマンの私が機材を選びで一番重要と位置づけるものは、ズバリフィーリングです。フィーリングが良くないと、撮影の、リズムだったりですね、使ってる時にわからないことが出てきちゃったり、エラーが出ちゃったりすると、結構現場であたふたしますんで、特に私はフィールドの写真が中心なので、いろんなスポーツのシーンですね。僕は今、20年ぐらい競馬撮ってますけど、一瞬でそのシーンが終わってしまいますんで、そうするとやっぱり、カメラ使いづらいなとかいうことになると、もちろん慣れてる慣れてないもあると思うんですけど、そうするとね、ちょっと高い買い物だったかなって後悔するんですよ。ですから、やっぱり、自分の手足のように動く機材ですよね。特に、スイッチ系だったり、オペレーションですよね。中に入ってるソフトだったりですね。そういうものが、とても使いやすいなと思えるような機材をいつもチョイスしてることが多いです。それがですね。ちょっともうおっさんだから、昔話してもしょうがないですけどね。で、
今回ですね、YouTube を始めようと思いまして、今更始めるのかよって言われそうですけど、そう言わず、ちょっといろいろお話ししたいこともありますんで、お付き合いしていただければなと思います。料理だったり、もともと料理とか建築とかの撮影もしてたんですけど、最近はもうめっきりフィールドで撮影することばっかりになってしまいましたが、動画もちょこちょこ始めてますけれども、ZQ は、ミラーレスのカメラで初めて、ES シャッターですね。エレクトリカルシャッターしか使わないという、メカニカルシャッターやめちゃったっていう機種になります。皆さんご存知でしょうけど、ただですね、ローリングシャッター問題っていうのがありまして、後で説明しますが、ローリングシャッターのね、歪みっていうのがあるんですよね。それを、完全に、修正できたかと言われると、実はですね、歪むんですよね。基本的には、僕はエンジニアとかではなくて、カメラマンですから、あんまりカメラには詳しくないです。ただ、使うのは、仕事で使ってるので、一応、いろいろ知識はあるし、それなりにスキルもあると思っています。で、1回目ですけど、ニコンの Z9 ですね。Z9。これを取り上げてみようと思います。皆さん同様僕もですね、写真を志してやってきまして、まだまだ、勉強半ばなので、至らないところもたくさんあると思います。それで、ここ間違ってるんじゃないのっていうことも自分でもあやふやなとこって結構ありまして、そうですね、本を出してるんですけど、本を書いてる時もやっぱり自分で間違ってるところを発見したりですね。いろいろ情報が、自分が所有しているものが全て正しいというふうには思ってませんので、あくまでも、一つのそのレンズのチョイスだったり、カメラのチョイスだったり、一つの選択肢の参考として、このチャンネルを見ていただければと思います。ということで、始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、ここからはシャッターについて解説していきたいと思います。シャッターの解説なんですが、結構難しくてですね、私うまくできるかわかりませんが、そこら辺はご容赦ください。前段でお話ししました通りですね、エンジニアのような詳しい知識がございませんので、あくまでもですね、概念として捉えていただければと思います。シャッターはですね、大きく分けて2つに分かれます。ローリングシャッターと呼ばれるものと、グローバルシャッターと呼ばれるものです。ローリングシャッターというのはですね、図のように、シャッター幕が3つか4つにですね、分かれて、それが折り重なるように動くことによって光を取り込んだり、光を、閉めたりしてですね、真っ暗にしたりとかしてるんですね。で、それによってですね、センサーがですね、全部の面をいっぺんに読み取るわけではないので、歪むということなんですよね。そのタイムラグが発生することによって歪むんですよね。その間に、カメラを動かしたり、被写体が動いたりしてしまうと、像が歪みますよということなんですよね。私が歪むと言っていたのはですね、物理的にシャッターが歪んだり、カメラが歪んだりすることではなくてですね、この出来上がった像が歪むということを歪むと言ってました。で、メカニカルシャッターもですね、エレクトリカルシャッターも、このローリングシャッターを使っていますので、同様に歪むということになります。ただですね、メカニカルシャッターの方が歪みが緩やかであり、エレクトリカルシャッターの方が歪みが急だということなんですね。ちょっとですね、私の図だと分かりづらいかもしれませんので、実際に T90 のですね、背面からの映像を撮影しましたので、そちらをご覧ください。で、次にですね、グローバルシャッターの概念ですね。ちょっと図が難しくて、うまく描けてないかもしれませんが、ご容赦ください。センサーの一面ですね。そこを同時に数値化して全てを読み取ることができることをグローバルシャッターと呼んでいます。いっぺんに全部の面積の
センサーを読み取ることができますので、当然タイムラグが発生しないので、歪まないということになります。で、ニコンの ZQ はですね、今までの、メカニカルシャッターを搭載していませんので、エレクトリカルシャッターしかない中で、歪みがどれぐらい発生するのかということが、心配材料となっていると思います。で、ニコンさんはですね、技術開発で読み取り速度を超速にしましたので、そのタイムラグが極限まで短くなっているんではないかと推測します。ところがですね、歪みはですね、やはりタイムラグがあることによって発生していますので、ゼロではないということですね。それでは実際に、競馬の撮影でですね、使った場合に、その縦の線がどの程度歪むのかということを見ていきたいと思います。ここからはですね、Adobe Photoshop を使って ZQ で撮影した歪みを補正する作業を紹介したいと思います。あくまでも私がやっている作業ですが、これが全てではないので、これが正しいかどうかはわかりません。ただですね、一応修正することは可能ですので、その手順を紹介したいと思います。
いかがだったでしょうか？ ZQ のですね、現状と、画像の歪みの程度ですね、それを確認していただけたと思います。内容が良かったよと思う方は、ぜひグッドボタンをお願いします。できればですね、チャンネル登録していただけると励みになります。動画ですね、まだまだ作るの慣れていなくて難しいんですが、頑張って作っていきたいと思います。では、次の動画でお会いしましょう。最後にですね、雑談も収録しておりますので、お時間許す方はそちらもご覧になってください。今回もありがとうございました。それでは失礼いたします。これはですね、キヤノンの T90 なんですけど、今見てもデザインが本当に素晴らしくて、本当に古くならないデザインと言いますか、当時 T90 はタンクと呼ばれていましたが、高値の花でしたね。こんなカメラは、後からこのカメラは手に入れたんですけども、昔は買えなかったですね。今思うと音うるさいんですけど、デザインはね、やっぱりすごくいいデザインだと思いますんで、T90 はね、いいカメラだと思いますね。はい。EOS のね、デザインも未だにこれを継承してるような雰囲気はありますよね。はい。で、なんといっても、FM2 ですね。この FM2。これ当時、これもね、当時買えなかったんですね。僕当時ミノルタだったんで、このね、FM2 は買えなかったですね。これは後から手に入れたものですけど、これも本当にいいカメラで、カメラとしての、所有欲っていうんですかね。それをくすぐるようなデザインでして、皆さんご存知の通り、ZFC ですね。これもうほぼ同じですよ。サイズ感も、ほぼね、ほぼぴったり。もうね、さすがニコンって思いますね。すごい、この完璧度ですね。このボタンのね、色といいね、ダイヤルの色といい最高ですよね、この。ZFC なんてもう見てるだけで楽しいですね、これね。カメラ大好きなんで。ただAPS-C なところはね、ちょっと残念。これでフルサイズで出してくれたら最高だったんですけどね。DF っていうカメラがありますんでね。一回僕 DF もね、所有しましたけど、手放しちゃいましたけど、ZFC ね、これいいカメラなんで、これ大好きですね。これ持ってるだけで本当上がりますんでね、気持ちが。はい。ということで、今ニコンが結構僕が好きで、ニコン使ってます。当時やっぱりキヤノン、EOS かなり気に入って使ってましたけど、20年ぐらい使いましたね。でも、やっぱり、ZQ ですね。ZQ かなりいいんで、これはもうかなりお気に入りですね。この音がね、音すごいちっちゃくて聞こえないんですけど、無音にもできますけど、当然ね。このね、秒間20コマってほんと素晴らしくて、で、AF の追従がすごくいいんですよね。秒間20コマで切ってもほとんど、コンティニュアスオートフォーカス、コンティニュアス AF が外れないっていうね。被写体にもよりますけどね。競馬の場合は体感速度がそんなに速くないんで。どうなんでしょうね。被写体として速い方なのか遅い方なのかっていうのはわかりませんけど、本当に使いやすいですね。で、FTZ2 っていうのが、F マウントレンズですね。に、つなぐジョイントの役なんですけど、FTZ の1がちょっといまいち遅かったんですけど、FTZ2 になってすごく速くなりまして、本当にZQ につないで
撮影してても、本当にこう、アダプターが噛んでいないんじゃないかって思えるぐらいの俊敏さといいますか、もう本当に使いやすくて、F マウントの言い方だったらもう買い替えなくてもいいんじゃないかななんて思ったりもしますけど、まあ、どうしても競馬の撮影のゴール前だとレンジがあった方がいいので、ズームのレンジがあった方がありがたいですね。急に外からこう馬が飛んできたりとかしますんでね。そうすると、まあどうしてもレンジがあった方が、単焦点よりはレンジがあった方がありがたいんですけど、まあずっと単焦点で撮ってたところもありますんで、まあケースバイケースで、まあ僕はもうズームが使いやすいんで、昔のズームレンズみたいにですね、レンジがあっても劣化しないんで、昔のズームレンズって結構画質が悪かったりしたんですけど、今の特に超望遠のズームレンズってかなり精度が高いんで、画質もそんなに悪くないですし、だからまあかなりお気に入りですよね。で今、100、400も購入しましたけど、200、600が出たらぜひメインのレンズとして使いたいなと。ただ、天候が悪くなるとね、ちょっと明るさが足りないかなとは思いますけど、まあなかなかね、こう、ニコンさんっていいレンズたくさん出してくれるんで、これからも期待してるんですけどね。はい。で、まあ、ゆくゆくは、その14、24の 2.8 と、まあ、例えば14、30の F4 ですよね。なんで F4 のレンズと 2.8 のレンズがあるのかっていう、まあ、取り比べですよね。実際に使ってどっちがどうなんですかっていうのを、どんどんお話ししていけたいなと思いますね。まあ F4 のレンズ、やっぱりシャドウ部分のディティールがどうしても潰れやすいんですよね。開放値が、明るくないっていうのは、それだけどうしてもシャドウ部が潰れるっていう、まあね、ことがありますんで、まあその辺もですね、動画にしてどんどん検証していきたいなと。まあ動画作るの時間かかるんですけど、まあちょっと頑張ってやっていけたらなと思います。最初は、ミノルタの SR1 というすごい古いフィルムのカメラですね。それを幼稚園の時に父に貸してもらって写真を撮ったのが一番最初でした。それからですね、α9000 というカメラを、半分父にお金を出してもらって、貯めた貯金をはたいて買いました。それが一番最初に私が買った一眼レフカメラですね。α9000 はもうしばらく使い込んで修理ができないぐらい使って、最後はもう使えなくなってしまったんですが、でその後にですね、ニコンの F3、F4、F3 と F4 ですね。それを使ってました。まだここに今 F4 がありますが、これ、まあ当時のものじゃ実はないんですが、F4 ですね。このメタリックのこの金属音っていうんですかね、シャッター。これがとっても当時憧れでして、で、あと、静かにシャッターを、超音モードみたいな。当時これも画期的でしたね。未だに F4 って好きなボディなんですけど、ここのね、ボトムのところがこう、ちょっと薄くて、こう立たした時に、こう、立たせづらいっていう、ちょっといまいち評判が良くなかったんですが、それにしてもですね、まあ、このミラーがこう、外せて、上から覗いて撮れたりですね。いろいろ、こう、満載でしたね。いろんなこう機能がね。これぞプロのカメラかなと思って初めて買った時は、すごく嬉しかったですね。で、まあ一応300のニッパチから何から揃えたんですけど、すぐに今日キヤノンの、EOS のですね、こう、動体予測フォーカスですね。AI サーボフォーカスの波がダーッとやってきて、まあ、あっという間に私もキヤノンに買い替えて、そこからずーっとキヤノンを使って20年ぐらいキヤノン使ってました。で、今はまたニコンに戻って、ニコンと、ソニーを一時期使ってたんですけど、
まあ、ソニーもちょっと今、いろいろあって手放しまして、で、現状は、ニコンと富士フイルムを使ってます。で、まあ今日も今 XT4 で撮影してるんですけど、まあそのカメラがね、ちょっと私は使いやすいんですよね。人それぞれカメラって、まあ、好き嫌いがあると思います。だからまあ、キヤノン使ってても、ニコン使ってても、ソニー使ってても僕はいいと思うんですよ。それで、まあ自分に馴染んだカメラが、使いやすいカメラがあれば、それで撮影がスムーズに行えるんであれば、まあ僕は特にそのどこどこ使ってるからあれはダメとかということはあまり言うつもりがなくて、まあむしろ人それぞれでいいんじゃないかなと。チョイスできるって幸せなことなんで、まあカメラを選んで使えばいいんじゃないかなと思ってます。まあ途中ですね、それで、まあ建築写真とスタジオに行ったりとかしてまして、まあ、シノゴのカメラも使ってましたし、まあ今もジナー F は持ってますけど、まあとにかく散財してきましたね。まあカメラ、とにかくずーっとカメラを買って売ってやってましたんで。未だにね、カメラって金食い虫ですから、本当にお金かかるんですよね。まあカメラやってる以上はお金持ちにはなれないと思いますね。はい。まあそこはもう諦めてますけど。